先行のハサウェイ、その主人公ハサウェイ・ノアが登場する第5世代モビルスーツクスイーガンダム。今回はこの巨大なキットをガンプラ製作に役立つテクニックをふんだんに使い、プロポーション回収と全塗装で仕上げていきます。制作時間は50時間超え。その全工程を凝縮してお届けします。どうも、マシコユプラモチャンネルのマシコユです。今回制作するキットはハイグレードクスイーガンダム。開封してます驚くのがこのボリューム。普通の HG キット 2,3 体分くらいあるランナー数。まさにモンスター級のキットです。細かい色分けは付属のシールで再現されています。全塗装をするとき、いつもならこのシールを使いませんが、今回はこのシールが大活躍するので捨てないで取っておきます。まずはランナーからゲートを少し残してカット。次にパーツの際で丁寧に切り落とします。先にパーツを全て切り離しますが、この時に説明書の工程ごとに紙コップで仕分けておきます。こうすることでパーツカットの時短と仮組み時のパーツを探す手間を削減します。とはいえこの大ボリュームキットはパーツカットと2度切り、仮組みだけで6時間ほどかかっています。サクッと仮組み完了です。さすが大型キット。圧倒的な存在感ですが、完成品を見てみると気になる箇所が見えてきました。ミノフスキーフライトユニットが巨大すぎるので、全体的にプロポーションが詰まって見えます。それを解消するために、今回は延長工作をメインに回収していきます。まずは腰の延長から、1.2 ミリのプラ板を2枚使って、2.4 ミリ延長していきます。まずは軸を延長していきますが、貼るだけでは強度不足なので、1.5 ミリの真鍮線を刺して補強しておきます。プラ板を接着したら、余分なところをニッパーでカットし、ヤスリで整えます。重ねて接着したプラ板に、軸が通る大きさの穴を開けて胴体に接着。クシーは上半身にボリュームが集中しているため、腰を伸ばすことで重心が上がり、スマートなシルエットになります。首も少し沈み込んだ感じに見えたので、ここも 2.4 ミリ延長。これで首の可動域が広がり、睨みの効いた精悍な顔立ちになります。さらに、二の腕部分と足首でも、それぞれ 2.4 ミリずつ延長。わずかな差に見えますが、最終的に組み合わせた時に、よりスタイリッシュなプロポーションに変化するはずです。延長工作の傷埋めのついでに、各所にある肉抜き穴を埋めておきます。タミヤの光効果パテを使用していきます。穴が深いところは、光効果パテだけでは硬化しきらないので、先にランナーくずや瞬着でざっくり穴埋めしておきます。そこに光効果パテを盛り付け、クリアファイルを当てながら UV ライトを照射することで、綺麗な平面の状態で硬化することができます。ここからはパーツのエッジ出しをしていきます。クシーの装甲は巨大な分、特にここの装甲はバンダイエッジが目立ちます。今回は目立つ部分だけでもバンダイエッジをシャープにしていきます。いつもの処理方法だとこの表側を削り込んでバンダイエッジを処理していくんですが、それだとここのディテールも削り落とすことになってしまいます。なので今回はパーツの裏側から削り込む方法で処理していきます。この方法ならディテールを残しつつ気になるバンダイエッジを消すことができます。比較してみるとこの違いがわかると思います。バンダイエッジは目立つパーツだけでも処理をしておくと全体のイメージがよりシャープな印象に変わります。次は気になる合わせ目を処理していきます。ビームライフルは左右でも中割りになっているので、合わせ目処理をしやすいようにセンサー部分を切り離して塗装後に接着します。挟み込む紺色のパーツは先に組み込んでしまい、色分けはマスキングで対処します。肩にあるこのパーツはオレンジのパーツの干渉する部分をカットして後はめ加工。
そしてこの背面につく翼のような大型パーツにもがっつり合わせ目が出ます。さすがにこの大きさのパーツの合わせ目を手作業で削り込むのは一苦労です。そこで最近購入したこのペンサンダーが役立ちます。付属のヤスリを使わずに240番の紙ヤスを貼り、さらに濡らしたメラミンスポンジを用意。この組み合わせがペンサンダーでの作業効率をさらに大きく向上させてくれます。ヤスリ面を濡らすことで水研ぎ状態になり、粉塵が舞うことなく深いヤスリ傷も入りにくくなります。さらにヤスリ面についた削りカスは濡らしたメラミンスポンジに軽く当てるだけで綺麗に落とせます。いつもならこの合わせ目消しを手作業でやっていたので結構な時間を使っていましたが、ペンサンダーを導入したことであっという間に処理が完了しました。もっと早く購入しておけばよかったと後悔しましたね。次は各所のシャープ化をしていきます。HG のガンプラをさらにかっこよくするための定番工作ですね。この方の尖った部分、先端の厚みが気になったのでヤスリがけでシャープに削り込みます。これだけでも顔の印象が大きく変わったと思います。アンテナや先端が丸まったパーツをどんどん削り込んでシャープにしていきます。やるのとやらないのとではこれだけの差が出るので、こんな地味な作業でも全体のイメージを大きく変えることができます。あとは既存モールドの彫り直しやパーツの引けなど気になるところをちょこちょこ処理して塗装に入ります。いよいよ塗装工程です。まずは下地にサフを吹いていきます。黄色のパーツにはグレーサフに少しオレンジを混ぜたものを吹きます。その上からイエローとオレンジイエローを混ぜた色で塗装。黄色の発色が良くなるかと思って実験的にやってみましたが、結果はグレーが影響して黄色の発色が悪くなり全然ダメでした。やっぱり黄色の下地にはピンクか白が良いみたいですね。マジックリンで塗装を落としてオレンジイエローで塗り直しました。オレンジの箇所は先ほどのサフ下地の上にオレンジイエローと蛍光オレンジを混ぜた色を塗装。バーニアの内側も同じ色で塗装しておきました。赤のパーツはサフの上にブラウンを一度吹き、そこからモンザレットでグラデーションをかけます。これにより単調な赤ではなく奥行き感のある重い赤になります。外装のグレーパーツにはガンダムアリアルグレーを使用。フレームパーツには焼き鉄色を使用。関節部分や内側のフレームをメタリックで塗ることで全体の情報量が上がることを期待しています。さらに腕関節にはカッパを差し色で塗ってメカっぽさをアップさせます。カメラアイやビームサーベルには蛍光グリーンを塗ってブラックライトで光るようにしておきます。このキットの大部分を占める白いパーツはグレーサフを塗った上にディアクティブホワイトでグラデーション、さらにその上からエアリアルホワイトでグラデーションを重ねがけしてほんのりグラデーションがかかった白に仕上げました。グラデーションの感じは動画ではなかなか伝わりにくいと思いますが、実際のところ肉眼でもよくわかりません。次はシールで再現されているオレンジの箇所を塗り分けていきます。ここで捨てずに取っておいた付属シールの登場。実はこれメーカーが設計した完璧な寸法のマスキングシートになります。台紙からシールを剥がしたら一度指に貼り付けて粘着力を落とします。あとは色分けするところに貼り付け、シールの端から塗料が入り込まないように縁を念入りにくっつけておきます。この奥まった箇所は後でシールを剥がすのが大変そう。中央にモールドが入っていたので切り込みを入れてシールを剥がしやすくしておきます。ここの塗り分けは付属シールがなくマステも貼りにくそうなのでマスキングズルを使います。でもキャップの筆では太すぎてこの隙間を狙って塗るのは大変。
そこでこのニードルボトルが活躍します。少量をボトルに移して細い隙間に流し込んでいきます。これではみ出しを少なくマスキングゾルをきれいに塗ることができました。各所のマスキングが完了したら紺色のパーツをターンズブルーで塗装。希釈を少し濃いめにして少しずつ塗り重ねていくことでシールの隙間から塗料が入り込むのを防ぎます。そしてシールを剥がす緊張の瞬間、見てください、この完璧なライン。今回初めてこの手法に挑戦してみましたが、とても手軽にできたので今後はもっと積極的に使っていこうと思います。付属シールでマスキングしたところ以外はいつも通りマスキングテープで塗り分け、フライトユニットやビームライフルを塗り分けていきます。ここの塗り分けも大きな失敗もなく無事に完了。全体の塗装が完了したら墨入れ塗料でモールドに墨入れしていきます。そして今回の隠し味、蛍光塗料での墨入れです。フライトユニットのここにエナメル溶剤で薄めた蛍光塗料を流し込みます。ブラックライトを当てるとまるでミノフスキーフライトが稼働しているかのような発光を見せます。劇中での夜間の戦闘シーンが思い浮かびますね。大きめのモールドはエナメル塗料の筆塗りで塗り分けていきます。ジャーマングレーで各部のモールド、はみ出しを気にせず塗っていきます。乾燥したらはみ出した部分をフィニッシュマスターで拭き取り、フィニッシュマスターなら奥まった部分を余計に拭き取ることが少なく綺麗に拭き取りができます。次に水転写デカールを貼っていきます。専用の水転写デカールの他に汎用品の白とグレーのコーションデカールも使っていきます。デカールが乾燥したら艶消しクリアで全体をコートしておきます。トップコートが完了したらこのモデリングワックスを全体に塗り込んでいきます。このモデリングワックスは艶消し面に塗っても質感はほとんど変わらず塗膜を保護してくれます。これを塗っておくと多少擦れる程度では塗膜が傷つきにくくなるようです。なので可動箇所やシールド、ビームライフルなどで擦れるところを中心にコートしておきます。ようやく全ての作業が終了しました。各所のパーツを素組みの状態と見比べていきましょう。シャープ化やエッジ出しで全体をスマートな印象に。細かな塗り分けやデカールで情報量を高めました。関節部に入れたカッパーがいいアクセントです。シールドのカラーリングは私好みにアレンジしてます。それでは HG クスイーガンダム回収全塗装の完成です。いかがだったでしょうか。プロポーション回収と付属シールを活用した効率的な塗り分けでクスイーガンダムをさらにかっこよく仕上げることができました。大型キットに挑戦するのは気合がいりますが、その分完成した時の達成感もとても大きいですね。この動画があなたの模型ライフの参考になれば嬉しいです。チャンネル登録、そして高評価をポチっていただけるともっと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。